はいどうも、キスケです。公式よりテストサーバーをお借りして残光の大まかな性能を把握できたんで、今回は限定 S ランクキャラクター、残光と相性抜群なキャラを紹介します。残光の性能解説は正式に残光が実装してから投稿しますんでお待ちください。ただ、今回の動画では残光の性能をかいつまんで、こういった能力があるからこのキャラクターと相性がいいよねみたいに解説していくんで、前もって相性のいいキャラクターを育成しておきたい人は役立ててください。皆さんが思う相性のいいキャラクターがいましたらコメント欄で教えてくださいね。それでは行きましょう。まず最初におすすめしたいのは A ランクキャラクターアドレー。これが意外な相性で驚きでした。アドレーはバイレールスキルで味方にシールドを貼れる耐久キャラクターなんですけど、相性がいいのはそこではなくてパッシブスキルなんですよね。アドレーのパッシブスキルは敵に濁念を付与するたびに攻撃力マイナス 20%、異能ダメージ耐性マイナス 10%、ブレイク効率プラス 10%、この3つのデバフのうちランダムで1つを付与するという効果。これはもともと付与する効果がランダムというのと、濁念が主流じゃなかったということもあってそこまで注目されていなかったんですけど、残光の実装で超強く使えるようになりました。残光のパッシブ効果は濁念の強化なんですけど、その効果が濁念を3つまでスタックできるようになるというのと、濁念状態の敵に継続ダメージを付与するごとに濁念を1スタック付与できるようになります。残光は元凶形態の通常攻撃で継続ダメージを与える侵食というデバフを付与できるんで、超簡単に濁念を3スタック貯めれるんですよね。つまりどういうことか。本来ランダムだったアドレーのパッシブスキルが3つ全て発動できるようになり、さらにそれが超簡単というとんでもない噛み合いです。アドレーのパッシブスキルは同盟効果はスタックしないというものなんで、濁念を3つ付与すれば自動的に全ての効果が付与されることになります。超強いよね。しかもそれだけではありません。アドレーの小判を呪われた出会いにしてあげましょう。この小判はチーム内に装備者と同じ属性のキャラが3体以上いる場合、その属性のブレイクパワーが無凸の状態でプラス70されます。貫突するとプラス126です。激ヤバでしょ。残光は現実形態から元凶形態に切り替えるために強化バイレールスキルを発動すると敵のブレイク値を大幅に削る能力を持ってますし、覚醒後を解放すると強化バイレールスキルを発動したタイミングで確実に敵をブレイク状態にするというとんでもない能力も持ってます。これも相まって残光のブレイクパワーを盛ることにすごく意味があるんですよね。この小判をアドレーに装備させる場合、呪いのキャラクターを3体編成する必要があるんですけど、残光、アドレー、残り1体は先にで大丈夫なんで余裕です。以上のことからアドレーはパッシブスキル、装備できる小判など、もはや最適なのではと思えるほどの相性です。シンクにとってのエイみたいな感じですよね。今から育成しても後悔はないはずです。続いて工場 S ランクキャラクターダフォディール。やはりと言うべきか、残光はしっかりとダフォディールとも相性がいいです。ダフォディールは EX レール集結で敵にインサイトというデバフを付与したり、ブレイクパワーが増加する強化バイレールスキルを持っていたり、突効果でブレイクダメージを追加で与えたりと、ブレイク性能が非常に高いキャラクターです。このブレイク性能の高さを残光はしっかりとサポートできます。ただ注意点として、ダフォディールと残光のタッグを最大限強く使いたいなら残光の一突は欲しいかなといったところ。厳密に言うと覚醒後を解放したいです。覚醒後の効果は現実形態から元凶形態に切り替えるために強化バイレールスキルを発動した時、その強化バイレールスキルがブレイク可能な敵に命中した時、必ずブレイク状態にします。さらに残光がチーム内にいる時、チーム全員のブレイクダメージがプラス 300% されます。確実にブレイク状態にするっていうとんでもない効果なんですけど、チーム全員のブレイクダメージがプラス 300%、
これも超強力なんですよね。ダフォディールは EX レール集結で敵にインサイトを付与して、インサイトを付与した敵をブレイク状態にすると、ダフォディールが追加でブレイクダメージを与えます。なので残光の覚醒後を解放して、ガンガン2人でブレイク状態にして、高倍率なブレイクダメージで敵を倒していくという動きが可能になるわけですよね。もちろん残光が無凸の状態でも、強化バイレールスキルを発動すると敵のブレイク値を大幅に削れるんで、相性が悪いということではないです。ただ無凸なら継続ダメージ主体で戦った方が強いかなと思ってるんで、ダフォディールと組ませたい場合は凸を検討しましょう。以上のことからダフォディールは呪いと闇異能という属性相性、お互いのブレイク性能の高さも相まって非常に相性がいいです。ただ何度も言うようですが、残光の凸要求度は高くなってしまいます。そこだけは注意しましょう。続いて限定 S ランクキャラクターレクイエム。予告番組ではメインアタッカー2体編成はちょっともったいないんじゃねと思っていた自分をぶっ飛ばしたくなるほどの相性です。レクイエムは通常攻撃やバイレールスキル、EX レール集結と全ての攻撃で敵に悪夢というデバフを付与し、悪夢で発生する継続ダメージで敵を倒すメインアタッカーです。一見メインアタッカーが2体採用されていることで相性が悪く見えるんですが、大間違いです。悪さをするのは残光の通常攻撃。元凶形態の通常攻撃は最大4段、敵に呪い異能ダメージを与え、通常攻撃が命中するたびに継続ダメージを与える侵食というデバフを付与します。付与する侵食というデバフは30秒間持続し、スタック上限は10スタックです。さらに通常攻撃が発動するたびに敵に付与されている最大4種の継続ダメージ効果を元の敵を含む周囲の敵に拡散します。これがね、マジでぶっ壊れてます。継続ダメージ効果というのは残光自身が付与する侵食も当然含まれますし、異能連環で発動する濁念も含まれます。そしてレクイエムの悪夢もこの4種類に含まれます。つまり残光はレクイエムが付与した悪夢を周囲の敵にばらまいたり、さらに付与し直すことができるんですよね。これは実際に見てもらった方が早いんですけど、まずレクイエムで悪夢を付与します。その後残光が元凶形態で通常攻撃を発動すると、悪夢が減ったり増えたりしてるのが見えますかね。これは悪夢の持続時間が終わっても拡散する効果で再度付与されてるからです。複数戦ではこの効果が周囲の敵にも拡散します。しっかりと悪夢が付与されている状態で通常攻撃を発動しないといけませんが、継続ダメージの中でも火力が高めの悪夢を拡散させることができるというのはちょっと強すぎますよね。これが予告番組でレクイエムと残光を組み合わせていた理由なんです。ただ一つ注意点があって、レクイエムの1凸は欲しいですね。解放するのは覚醒4、もともと3秒だった悪夢の持続時間を6秒に延長する効果です。というのも悪夢が3秒しか続かないとローテーションがギリッギリになってしまうんですよね。レクイエムの通常攻撃5段目発動直後に残光に切り替えればギリ間に合いますが、なかなか難しいんでね、一突している人は覚醒4に切り替えておきましょう。以上のことからレクイエムは悪夢という継続ダメージを残光で拡散できるというのと、そもそもレクイエム自身の火力が高くて残光と組ませるとパーティーの総ダメージが跳ね上がるんで、おそらく残光の最適キャラになると思います。限定キャラクターが2体という要求値高めですが、それだけのパワーがあるということですよね。いかがだったでしょうか。今回は限定 S ランクキャラクター残光と相性がいいキャラクターを紹介してみました。低レアリティのアドレーとも相性最高ですし、工場キャラクターのダフォディールとも相性がいいんで、安くパーティーを組もうと思えば組めるキャラクターですかね。一番相性がよく見えるのはレクイエムなんですけどね。
ただナナリやほとりが復刻されたというのを見ると、もしかしたらバージョン 1.4 でレクイエムが復刻される可能性もありますんで、それを見越して残光を引いておくというのもありかも。皆さんは残光の性能で気になるところはありましたか？よければコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからも NTE に関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。